スカットのとしては、キーパーは、12試合やった感じだと、ブッフォンが半分ぐらい。で、もう他は金を使ってる感じ。ここに関しても、8、7枠を、別のとこに使いたいんであれば、キーパーを金でするのもありだけど、アイコンとしてケミを上げるって意味でも、自分はブッフォン使ったって感じかな。マニュキして何本かビッグセブンもあったから、ここはブッフォンでもいいのかなっていうのは思いましたね。あとは、88以下でアイコンキーパーがいるんだったらそっちでもありかな。で、右は組んでで、これに関してはもう、エボ待ちで待ってたから、ずっと持ってたんですけど、やっぱスタミナ切れるときつい。やっぱ前線にいい選手置かれがちだから、きついなっていうのはある、使ってて。で、他に候補はまた後で見ます。でこの選手は良かったかな。ブロックないけど、インセプ予測あってロブタツで、溶かさずに持ってたんですけど、ペースもある程度あるし、守備もあるし、体幹もあって、役割もプラプラだし、文句なかったですね。これはめちゃくちゃ良かった。君もスコア出てるし、特殊で。で、MVP は、ケミニだけどビセックか。これケミニで使ってたんだ。これやらかしてんな。普通にこれドイツにしたら、ケミさんじゃない？しかもこれ、オール33でいけたやん。33できましたね。これ、多分。はい。33でいけたのに31でやってました。このビセックがマジで化け物でした。ペース93あって、ドリブル数値低いから、やっぱり、事故で失点した、負けた試合がそうですけど、事故で失点したシーンはあったけど、全体的に見て、ディフェンスラインの MVP はビセックやったかな。で守備数値も十分あるし、フィジカル91あるし、プレスタもインディステップ以外持ってて、ジョッキプラあるから対応できるし、あとは容赦なしあれば文句なしって感じですね。ディフェンダープラだけなんで、ここも。だから、別エボ来て、上げて予測プラとインセプ指導つけれたらもう完成って感じですね。ビセックは。で、メンディーは、何も言わずとも強いかな。ただこれも、プレスタあんまないし、そもそも容赦なしなくなったらきついかな。っていう感じ。で、2個こいつ化け物でしたね。持ってるんやったら使った方がいいくらい。ほぼスピード負けしないし、能力数値高いし、で、フィニッシャーつけてたらドリブルも軽いし、って感じかな。そうです。すいません。逆号っていうことで、これもめちゃくちゃ強かったかな。で、ベイルはレンタル作ってるんだったらありだと思います。4213も、対人してて4213、433、442系が多かったかな。ワントップ、が多かったけど、ベイルも RW と LW で置けるんで、やっぱスピードスターってこれ、両サイドやっぱスピードある選手を置いた方がいいかなっていう気はした。で、この武蔵底は対人してても明らかに使ってる人めちゃくちゃ多かったです。ケミにも救えるし、能力数値で言っても86以上の価値あるから、プレスタもこんだけついてるし、使ってる人は多かったかなって感じですね。普通に強かったです。で自分はこのムサをCB つくエボで作ってて、で、インセプ、この辺全部持ってて、ティキタカとロブタツ。これに予測と、予測エボやるのもありだったんやけど、やめたんで。これもペースめちゃくちゃ速くて、86の割には能力めちゃいいんで、これも結構活躍しましたね。で、89以上で言ったらこれが一番おすすめかな。ハム持ってるやったらハムでいいと思います。対人しててハムがめちゃくちゃ鬱陶しかった。ハムが4試合ぐらいハム当たったかな。あとトーレスが2、3回かな。レンタルでいけるんで、82の SBC 解けば全員トーレス使えるんで、ペースカンストしてるし、シュート、スプリントが1足りないぐらいで、シュートも高いし、ドリブル数値もあるし、プレスタも迅速あって、容赦なしもあって、フレアもあって、シールドもあって、文句ないかな。
で、キーパーのレベルがやっぱ低いんで、フィネスがめっちゃ入る。っていうのも込みで、まあ、トーレスが超おすすめ。で、まあ、これに関しては、まあ、シルバーエボで、もう、ここ全部持ってるし、クイックステップあるし、鋭いパスあるし、的確あるし、大胆パスあるし、役割もこんな感じで。まあ、これに関しては文句なかったかな。もう、ちょっと化けすぎてたかな。めちゃくちゃ強かったです。文句なし5-5。で、スパサブが、まあ、デイビス持ってるんやったらデイビス。総合データ84縛りあるんで、まあ、この辺で下げてあげるのはありかなって。まあ、シルバー3枚入れてて、で、86とかサブ3枚入れてても、一応オーバーはしてないんで、まあ、この辺が84、85入れてるのもあるかもしれないけど。で、86、まあ、これも別でもいいかもしれないですけどね。で、バンダ、大前かな。で、まあ、個人的にやってて、嫌だなと思ったのは、ウィンター系がやっぱ強いですね。今回のこのリーグ戦の86以下、特に。だからまあ、この ST とかも強いと思うよね。ペース99で。持ってるやん。入れとったらよかったな。まあ、普通にこれは強いと思います。強かった。てか、相手使えてめちゃくちゃ鬱陶しかった。ウィンターの99化けがとりあえず強い。他おすすめは、まあこうやって見ていってもあんまりいなくて、やっぱりペースが速ければ速い方がいいんで、あとリーグケミの兼ね合いもあるんで、アイコンはできれば3枚入れれたら理想かな。なんで自分は3枚入れてるって感じですね。まあ、この辺も普通に多分強いと思います。で、クバラのエボも使えたけどめちゃくちゃ強かった。これもだから、8、まあ、セリエで入れれないよな。だリーグ3名縛りがあるんで、まあ、そこ次第かな。あと、これもペース99なんで、普通に強いですね。でまあ、これも、大前もそうだけど。まあ、ウィンターがマジで強い。あと、ラファレオもまあ強い。まあ、これはリーグ縛りの関係で使ってない。あと、相手にいて嫌だったの。ハム、ウィンター絡みの選手。他誰かいたかな。この辺とかも多分強いと思うんやけどな。これも普通に多分強いかな。いや、ワイダンも多分強い。普通に。てかもうスピードあれば強い。これも強いと思うし。テルも強いと思うし。まあ、ドゥルとかもサイドバックありかもね。サンダーで。まあ、これもで今使ってるから無理なんだけど。自分の場合特殊系全然溶かしてないんで、当たったやつに関しては。だからこんだけいるけど、溶かしてる人も多いと思うんで。結構置いてるんですよね、こう見ると。で金に関しては今使ってるあたりかな。まあ、魚系ですとかもやれんことないやろうけど、まあ、あとはこの辺の初めもらった特殊系持ってるんだったらこの辺とかもなしじゃないし、この右サイドバックもこれもなしじゃないし、まあ、あとはキエーザも強かったかな、使われて。まあ、これもスパサブとしてはありかもしれないですね。センターバックで。まあ、今来てる、SBC で来てるやつ。まあ、これも普通に強いかなって感じはする。で、キエーザも強い。で、次、8788枠か。8788枠は、誰がいるかな。まあ、イカルディも多分強いと思いますね。シュート系うまくったら。まあ、ただ、これもさっき言ったようにアイコン枠をできれば使いたいんで、クライフかな。あとは、クライフでもほぼ見なかったんだよな。クライフとか、ダルグリ使ってる人もいたかな、対人で。
まあ、ラファレオも多分強い。ネイマールはどうだろうな。とりあえず早かったら強いんだよ。まあ、ルーニーとかこの辺も多分普通に強いですね。まあ、センターミッドフィルダーで言う、センターミッドフィルダーで言うんやったらガビもなしではない。88、あとセルロートとかもどうしいやろうし、クサノフも普通に強いから、センターバック枠でクサノフはありやし、チャノハノールも普通に強いですね。あと、まあ、イニャキ。まあ、あと普通にこのセンターバック使うのもなしではない気はする。まあ、ファーディナンドもありですね。もちろん、ファーディナンドとか、あの辺もありです。まあ、前線に振りたいか、センターバックに振りたいかかな。自分の場合は、センターバックに振ったところで、やられるときやられるし、そもそもハム多分止めれないんで、もうそうなったらもういいわと思ってやめたって感じですかね。あと、君を救いたかったから、まあ、前目の選手をできるだけ入れたって感じかな。ラッシュフォードとか、この辺のエボ絡みも強いんですけど、ラフィーニャとか。多分この環境に合ってると思うけど、使わないかな。まあ、これも入ってるね、一応。同じエボギュケレスとか、ロドマンとかも普通に強いと思う。まあでも、キミスクイがきついですね。多分、その、強いって言われてる選手はほとんど値段上がってると思うんで、まあ、ネレスとかも強いですし、まあ、できるだけキミスクえるやつ、アイコンなのか、レート上がるやつなのか。まあ、あと90枠とかで言うと、最後80、90枠とかで言うと、もう本当に序盤にも言ったようにハムとトーレスが多い。ハムがほんまに多かったかな。持ってる人はハムでいいかなっていう。で、ダルグリも持ってるんだったらダルグリ入れたいと思いますね。その結局フィネスが入り感めちゃくちゃいいんで、多分あのドリブル軽さだったら、そうそう止められないと思う。これとかもなしではないけど、もったいないかな。まあ自分はトーレスかな。この辺も強いんですけど、ウィリアムズとかも。普通に現環境でやれてるから、スカット制限縛りなしでも。強いけど、別にそこに行く必要はないかな感はあるんで。っていう感じかな。まあ、多分アイコン使った方がいい。ってなると、まあ、トーレスと、その辺。で、クライフ。ワンチャンクライフかな。キーパーをやめて、クライフはありだと思います。4213とかにして、例えば、俺とかだったら4213にして、もう2個抜いて、ここでサイドやって、トーレスにして、ベールにして、トップ下クライフ。これも多分普通にめちゃくちゃ強いと思う。で、あと交代枠で、まあ、救急選手入れるみたいな感じかな。4213の真ん中1枚に結構強い選手置かれるのも、なんか対人してて嫌でしたね。やってる感じは。まあだから4213なのか、442系なのかが強い気はします。で、やっぱ時間が短いんで、先制点取られるとしんどい。時間短いんで、ほんとボール持たれるんで、きつい。2点差空いたらちょっとしんどくなってか、2点、特に3点かな。入り出してポンポン入るけど、2点取られた後の、やっぱボールキープされるから、そこはしんどさはあったかなって感じですね。はい。このファンタジーリーグ戦については以上です。
はい、ということでですね、ディスコード、情報を出してますので、こちらの方最後紹介していきたいなと思っております。転売情報ですね。こんな感じですね。特殊選手であったりとか、誰々がいいですよっていう感じを、狙い価格であったりとか、やっぱり、絶対はないので、この下がるリスクありますよであったりとか、どれぐらいの期間保有リスクっていうのを、大とか中とかで表現してるって感じになっております。売却推奨とかも、金額書いてるって感じですね。はい。で、今のは高いと、ハイリスクの転売でして、次に、低リスクですね。こちらに関しては、TOTW とか、他のこの辺とかですね。これに関しては、27,000とかで、今11,000とかだったやつが、27,000。これ、確約の影響もありましたけど、こういった感じなのも出してるって感じになっております。この辺は長期保有逆に長かったりとかっていうことで、書いてたんですけど、確約今回来たんで、めちゃくちゃ上がったって感じですね。はい。金転売とかは、ハイステージであったりとか、この辺ではありますね。最近あんまり金はないかなって感じですね。労働もこんな感じになっております。はい。で、あとは、成功案件で、自分が成功した案件とか、最近はちょっとね、TOTW 多いですけど、アイコンもやってたりとかっていうところですね。はい。全部が全部載せてるわけではないので、あとは便利機能のこのフットビンのついての情報であったりとかも過去に出してたりとか、アップグレ選手の変動、TOTY の過去、ブラックフライデーの過去とか、この辺も全部載せております。2025TOTY であったりとかですね。この辺の情報も、蓄積していってるって感じですかね。はい。で、あとはですね、こんな感じで、質問であったりとか、アンケートであったりとか、ゲーム設定、リーク情報であったりとか、情報共有、あとバグメンテナンス、メンバー雑談とか質問とかをこちらで書いてもらってるって感じになっております。あとは、プレイ相談っていうのも別でやってまして、これに関しては、ちょっと条件が異なったりするんですけど、あとはこちらも別でちょっとやってたりするんですけど、プレイ相談であったりとか、あとは、スカット相談、エボリューションおすすめであったりとか、おすすめ選手であったりとかですね。この辺は自分がやろうと思っている選手をピックアップしてるっていう感じにはなります。動画で紹介しているものもあれば、動画紹介しきれなくて、そこではまだ入ってなかった選手とかもここに入っている時はあるって感じになります。はい。でですね、こういう感じなのを今、ずっとやってまして、興味ある方はですね、概要欄に詳細書いております。YouTube であったりとか、Twitch であったりとか、メンバーシップサブスクっていうところの特典にしてますので、よければ興味ある方はぜひ入っていただいて、1ヶ月お試しでもいいですし、特に Amazon プライム入ってる方とかだったら、無料で入れますので、よければ見ていただければと思います。はい、ってことで、最後にチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それではまた。